給料は私が管理するわ。だから全部私に渡しなさい。突然の申し出に私は言葉を失った。なぜ私が働いた給料を義母に差し出さねばならないのか。自分で働いた給料は自分で管理します。義母は気に入らなかったのか、顔を真っ赤にして声を荒げた。そんな生意気な態度をとっていいと思ってるの？生意気な嫁なんて必要ない。離婚よ、離婚。私は山田智子、28歳。大手広告会社でバリバリ働くキャリアウーマンだ。哲也と私の出会いは会社の同期が開いた飲み会だった。私は仕事一筋で当時は恋愛にあまり興味がなかったのだけれど、隣に座った哲也は柔らかな物腰で気さくに話しかけてくれた。彼はイラストデザイナーをしていて、自分の作った作品を楽しそうに語る姿が印象的だった。自分の好きなことを仕事にするなんてすごいと素直に思った。私は広告会社のプレッシャーに押しつぶされそうな日々を送っていたから、彼の自由な考え方が新鮮で自然と話が弾んだ。それから数回、友人たちを交えた集まりで顔を合わせるうちに、哲也が私に好意を抱いているのがわかるようになった。彼はいつも私の話を楽しそうに聞いてくれて、智子の頑張りがすごくかっこいい。そう言ってくれた。その言葉が私には特別に響いた。交際が始まると彼は穏やかで優しく、私の忙しさを理解しながら支えてくれる存在になった。プロポーズも彼らしく手作りのカードとシンプルな指輪を使った温かいものだった。この人となら仕事も家庭も両立できると思い、私は結婚を決意した。結婚してから1年が経った。私は相変わらずバリバリと音がするぐらい仕事に邁進する毎日を送っている。このまま頑張れば部長職も夢じゃないところまで来ていた。だが結婚して以来、我が家は決して穏やかとは言えない状態だ。いや、正確には哲也が勝手に仕事を辞めたあたりから雲行きが怪しくなったのだ。YouTube のゲーム配信で一発当てるなんて言って勝手に会社を辞めた哲也。最初は勢いだけで私に相談すらしなかった。在宅でやるから俺は家にいながら稼げるし、智子も仕事に集中できるだろ。哲也はそんな調子のいいことを言うが、現実は甘くない。哲也の配信は鳴かず飛ばず、数ヶ月経っても収入はゼロ。それでもゲームに課金をするから持ち出しの方が多いぐらいだ。それでも哲也は軌道に乗るまではこんなもんと、のんきにゲームを続けている。そんな中、事態がさらに面倒なことになったのは、義母が突然我が家にやってきたからだ。その日、私は仕事を終えて家に帰ると、廊下に見慣れない荷物がいくつも積まれていた。嫌な予感がした。玄関を抜け、リビングに足を踏み入れると、そこにはソファーにふんぞり返るのりこさんの姿が。お帰りなさい、ともこさん。大和な笑みを浮かべる義母に、私は唖然とし、どういうことかと尋ねた。ちょっとね、一人暮らしが寂しくなったのよ。だから哲也と暮らそうと思って。は？軽い言葉に私は耳を疑った。哲也はというと、義母の隣でスマホを握り、妙に居心地悪そうに視線をそらしている。私は義母に、どういう話ですかと問いただした。すると義母は少しも悪びれずこう言った。だって息子の家じゃない。私が来て何が悪いの？嫁なら家族を受け入れて当然でしょ。はあ、頭が痛くなってきた。私が哲也に視線を向けると、哲也は罰が悪そうに視線を泳がせながら、蚊の鳴くような声で答えた。いや、まあ、母さんが寂しいって言うし、いいかなって。勝手に決めるなと喉まで言葉が出かかったが、私はぐっとこらえた。その日から義母との奇妙な同居が始まった。義母が我が家に転がり込んで数日が経ったが、家の空気は明らかに重くなっていた。のりこさんは遠慮というものをまるで知らず、まるで自分の家にでもいるかのように振る舞い始めた。例えば、朝いつも通り早起きしてキッチンに向かうと、冷蔵庫が開けっぱなしになっており、作り置きのタッパーの中身が散乱していた。私は、
何これと呆然としていると、キッチンに義母が顔を出し、悪びれる様子もなく言う。ああ、それね。朝ごはん用に何か作ろうと思ったんだけど、のりこさんの作り置きが多くてちょっと出してみたのよ。作り置きをしていたおかずが勝手に開封され、適当に容器に移し替えられている。これ、今晩用に取っておいたんですけど。あら、いいじゃないの。私が少しでも家の役に立とうとしたのよ。私が食事の準備をする理由の一つは、哲也が何もせず、料理もしないからだ。けれど、そこにのりこさんが加わることで、キッチンはさらにカオスな状況になっていた。さらにその夜、私は仕事から帰ってくると、哲也は義母のことなどお構いなしに、普段通りに自分の部屋でゲームに夢中だ。義母はリビングでうんざりしたような顔を私に向けた。哲也はこんな遅くまで働くなんて大変ね。それに比べたらともこさんなんて楽でいいわね。義母は哲也のゲームを在宅勤務だと勘違いしたままだった。私は内心呆れながらも、疲れた体を引きずりながらキッチンに向かった。すると、シンクに使った食器がそのまま置かれている。そして食べたであろう商品のパックが転がっていた。私は慌てて冷蔵庫を開けた。すると、買い置きのプリンが消えている。仕事帰りにわざわざデパートで買った限定商品で、私は食べるのを楽しみにしていたのに。冷蔵庫の前で呆然とする私の背中に楽しそうな声がリビングから響く。ともこさん、プリン美味しかったわよ。そして家事についても勝手な干渉が始まった。洗濯物を干そうとすると義母が急にやってきて、私がやるわと手を伸ばしてくる。私は自分の下着を人に干してもらうのは抵抗があるタイプだ。ありがとうございます。でも自分でやりますので。そうやっていちいち気を張っているから良くないのよ。嫁なんだからもっと柔軟にならないと。まるで説教のように言う。どの口がそれを言うのかと思いながらも、私はとにかく波風を立てないようにとその場をやり過ごした。そんな日々が続く中で、哲也はまるで頼りにならない。ゲームに夢中で母親の干渉に気づく気配すらなく、彼女の言い分をそのまま受け流しているだけだ。私はどうにかしてもらいたくて、哲也に話を切り出した。哲也、母さんが家事を手伝おうとしてくれるのはいいけど、やり方がちょっと。まあまあ、母さんも慣れないんだろう。多めに見てやれよ。そう言って、哲也はいつもの調子で適当にごまかす。多めに見すぎてこっちが爆発しそうなのに。そう言いたかったが、結局、彼に期待するのは無駄だった。夜、私がキッチンへ向かうと、のりこさんが仁王立ちで私を待ち構えていた。私は急いで冷凍してあったグラタンをトースターに突っ込んだまま、仕方なく耳を傾ける。ともこさん、ちょっと話があるの。働くのは自由だけどね、家計を見直すべきだと思うのよ。は？だから、給料を私が管理するわ。あなたは毎月私に給料を渡して、その中からお小遣いをあげるわ。突然の申し出に私は言葉を失った。なぜ私が働いた給料を義母に差し出さなければならないのか理解ができなかった。私は義母の勝手な振る舞いと哲也の頼りなさに辟易していたが、この提案にはついに怒りがこみ上げてきた。すみませんお母さん。それは必要ありません。自分で働いた給料は自分で管理します。私はきっぱりと断る。のりこさんはピクリと眉を動かし、明らかに不快そうな顔になった。だからといって義母に従う気はない。私にとって義母は厄介な居候なのだ。それに我が家の家計は私の給料で成り立っているのだ。なぜ義母に管理されなければならないのか。だが義母は気に入らなかったのか、顔を真っ赤にして声を荒げた。そんな生意気な態度をとっていいと思ってるの？嫁の分際で。生意気な嫁なんて必要ない。出て行きなさい。離婚よ、離婚。ついに言われたと思った。息子ちゃんラブな義母とは結婚の挨拶をした時から折り合いが悪かったのだ。私は肩をすくめて淡々と答える。それは助かります。
私は喜んで離婚を受け入れます。出て行くのは構いませんけど、この家の家賃や光熱費は私が払っていますから、今後はお母さんが管理してくださるんですよね。私の言っていることが理解できないのか、義母は口を開けたまま固まっている。ちょうど離婚をしようと思っていたのだ。私は喜んで離婚を受け入れる。私がいなくなった後、お母さんが責任を持って哲也を引き取ってくれるというのなら、これは渡りに船だ。私がにっこり笑っていると、やっと理解できたのか、義母の顔が引きつった。ようやくリビングにやってきた哲也も自分の離婚話に大慌てだ。ちょっと待て。俺、離婚だなんて考えたこともない。そりゃそうだ。自分は一日中好きなゲームだけをして遊んで暮らしているゲーム配信。要するに、ゲーム配信者という引きこもりニート、もしくは紐。私にしてみたら完全なる不良債権なのだ。哲也、あなた、収入はあるんでしょうね。その、配信とか、まあ、ぼちぼちだよ。母親に怒られたくない哲也は嘘と本当を織り交ぜ、いかにも在宅勤務であるかのように装う。実際はお金にならないゲーム配信をやっているだけだというのに。私は呆れてため息をついた。ああ、この人たち、完全に現実が見えていない。私の頭は痛みと苛立ちでいっぱいだった。けれど、この時の私にはまだ笑顔で生還する余裕があった。いずれ彼らは自分たちの状況を思い知ることになるだろうから。じゃあ、私はすぐに引っ越し先を探しますね。哲也は私がスーツケースに荷物を詰める音を聞きつけたのか、私の部屋に入ってきた。焦ったような顔で私の手元を見て、次の瞬間、事態を察したように慌て始めた。友子、何してるんだよ。おい、本気で離婚するつもりなのか。そんなの急すぎるだろ。急すぎる？私はずっと待っていたのよ、哲也が変わるのを。だけど、もう待つのはやめたの。哲也は何か言い返そうとしたが、言葉が見つからないのか、しばらく口を開けたまま固まっていた。それでも、次第に焦りが増したのか、急に語気を荒げて言い出した。わかったよ。俺、ちゃんと働くから、仕事を探す。ゲームもやめる。その言葉を聞いても、私は全く心が動かなかった。彼の声にはどこか軽さがあった。結婚生活を振り返ってみても、哲也はいつだって口先だけだった。最初に YouTube で一発当てると言って会社を辞めた時も、彼は私に相談せず、自分の夢を押し通した。配信で稼げないと分かっても、開き直ってそのうち軌道に乗るからとごまかし続けた。何かを真剣に考えたり、努力したりする姿を見せたことがない彼が、今更働くと言ったところで、どうして信じられるだろうか。もう遅いのよ、哲也。私は荷物を詰める手を止めずに、静かにそう言った。哲也は必死に言葉を探しているようだったが、焦るほど空回りしている様子だった。遅いって、まだ間に合うだろ。夫婦なんだし、やり直そうよ。俺だって反省してる。智子がいなくなったら、俺、本当に困るんだよ。私も困っていたわ。でも、哲也、あなたは助けてくれたの？私があなたの分まで働いて家計を支えている間、あなたは何をしていたの？だって、お前の方が稼ぎがいいんだから、それでうまくいくだろ。俺が働いても大して変わらないじゃないか。その言葉を聞いた瞬間、私の中で何かが冷たく凍りついた。彼は根本的に何も分かっていない。哲也、それが結婚だと思っているなら、あなたはこれからも何一つ変わらないわ。変わらないからこそ、私はあなたの隣にいる意味がないの。哲也の目に浮かんだ焦りは、私を引き止めるためではなく、ただ自分の快適な生活を守るためのものに見えた。そんな人のために、私はこれ以上人生を無駄にするつもりはない。私はすぐに弁護士に連絡を取り、離婚手続きの準備を始めた。哲也がこの状況を本当に理解するには、相当な時間がかかるだろう。けれど、それでも構わない。私はもう、
彼に期待することを完全に諦めていたからだ。弁護士との相談はスムーズに進んだ。哲也には共有財産と言えるようなものはほとんどなく、私が稼いだ貯金の大半も家計に消えていた。私はすでに財産分与についても計算を済ませ、引っ越し先の候補まで用意していた。すべては想定内だった。しかし、義母の反対は想定外だった。私が離婚の意思を固めたことを知ると、彼女は態度を一変させた。智子さん、ちょっと待って。離婚なんて、そんな簡単に決めるものじゃないわ。最初は私を家から追い出そうとしていたくせに、今度は引き止めにかかる。義母が弁護士の名刺を見た瞬間、何かが決定的に変わったのだろう。哲也のことを支えてくれるのはあなただけよ。息子はまだ可能性があるのよ。その可能性を信じられるのなら、お母さんが支えてあげてください。私の冷静な言葉に義母の表情が曇った。私はその場で義母に哲也の本当の状況を改めて伝えた。彼が仕事を辞めて以来、ほとんど収入がないこと。ゲーム配信と称して自室に引きこもっているだけの日々を送っていること。義母は初めて自分の息子が実質的にニートであることを知り、言葉を失った。義母は哲也がと言ったきりソファーに腰を落とし、呆然としたまま何も言えなかった。その場を去る私を義母は引き止める余裕もなかった。弁護士を通じて離婚届を提出した後、私は新しい部屋で一息ついていた。義母からは何度も謝罪の手紙が届いたが、もう私が彼らに関わる理由はない。離婚が成立してから数ヶ月が経った。私は新しい部屋で悠々自適な生活を送っている。広すぎず、狭すぎず、私一人が暮らすにはちょうどいい部屋だ。静かで余計な人間関係に煩わされることもなく、心から安堵できる日々を過ごしている。仕事も順調そのものだった。結婚生活のストレスがなくなったことで、気力も体力も格段に上がり、チームリーダーとしての業務もスムーズに進んでいる。このままいけば、次の昇進も近いだろう。私はようやく自分の人生を取り戻した実感をかみしめていた。一方、哲也と義母の生活はといえば、私が去った後、あっという間に崩壊したようだった。家賃も光熱費も私が払っていたため、当然のように彼らには支払う手立てがなく、滞納が続いた結果、大家さんから退去を命じられた。義母が慌てて実家に連絡を入れ、助けてもらうしか術がなかったのだ。しかし哲也はというと、相変わらずだった。離婚後もゲームをやめることはなく、義母の実家に戻った後も再就職すると言いながら履歴書1枚書けない始末だったらしい。義母の実家では肩身が狭く、家族からは白い目で見られたと聞く。まともな仕事に就こうにも、これまでの空白期間や社会性の欠如が災いして、どこへ行っても採用されなかった。私は彼らの末路を知りながらも何も感じなかった。ただ、あの時、迷わず離婚を選んだ自分の決断が間違っていなかったことを再確認しただけだ。これからも私は自分自身のために生きていく。過去は過去として背負いながら、それに振り回されることなく、前を向いて進む。